皆さん、こんにちは。Welcome to or welcome back to my channel, Speak Japanese Naturally. Since the name of this channel is Speak Japanese Naturally, I assume most of you want to be able to speak Japanese naturally. Today, I'm going to ask questions related to speaking natural Japanese to two Japanese teachers, Misa Sensei and Fumi Sensei, who teach on the language learning platform Italki. So this is an interview video and we'll be speaking in Japanese using simpler vocabulary and grammar. So this will be great listening practice for you. And at the same time, you get some insights on learning how to speak natural Japanese. The questions that I'm going to ask are 1. What is it that makes a person sound like they can speak Japanese naturally? 2. What are some qualities that your students who speak Japanese naturally have in common? 3. What are some of the common speaking problems that your students have? 4. What advice would you give to students if they are afraid to speak in front of Japanese people? 5. What do you think your students can do to speak Japanese naturally? As I mentioned, the talk will be in Japanese, and you'll see the dialogue on the screen with hiragana. Subtitles are also available. You can enable them in the settings. Now let's hear what they have to say. ミサ先生、はじめまして。今日は動画に出てくれてありがとうございます。今回、自分が、どんな先生に習いたいかなというところから、いろいろ先生を見つけて、ミサ先生に、お願いしました。理由は、2つありまして、1つは、とっても優しそうで、間違えても大丈夫そうだなと思ったところです。で、もう1つは、自分が今何を勉強したらいいかわからないっていう時に、一緒に、目標とかレベルに合わせて、レッスンのスケジュールを立ててくれるということを、動画で見て、これならちょっと安心してお願いできそうだなと、思いました。なので、今日はインタビューできてとても嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、まずは、簡単に自己紹介からお願いします。はい。皆さん、こんにちは。私はミサです。私は日本語学校で5年、iTalki で2年、日本語を教えています。いろいろな国の人たちと日本語を勉強するのが大好きです。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。いろいろな国の人に教えているということなんですけど、教えるときは日本語ですか？そうですね。基本的には簡はい。単な日本語で教えていますが、はい。もし日本語がまだ全然わからないというん。う人がいたら、そうん。の生徒さんたちには英語で日本はい。語を教えています。なるほど。じゃあ、本当にわからなくて心配って時には、じゃあ、英語で教えてもらえるって思っていいっていうことですね。はい、そうです。逆に、全然わからないけど、ゼうん。ロから日本語でやりたいんだって言われた場合もはい。大丈夫ですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。ひらがなの書きはい。方かうん。ら教えることができます。全部日本語で。そうですね。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、早速、一つ目の質問からいきたはい。いと思います。この人の日うん。本語は上手だなっていうふうに思う。そういう時っていうのはどんな時でしょうか？そうですね。はい。あの、難しい言葉を知らなくても、はい。自分の知っている日本語で話しているときです。はい。うん。例えば、どんな感じですか？と、例えば、はい。謝るという言葉を知らなくても、はい。ごめんなさいというとか、うん。それから道に迷うという言葉を知らなくても、場はい。所がわからないとかです。うんうん。じゃあ、言葉を言い換えて、うん、自分の知っている日本語でうん。表現できるっていうことでしょうか？はい、そうですね。なるほど。じゃあ、そういうことが上手な生徒さん、うん、その日本語が上手な生徒さんっていうのは、うん。何かそう共通している特徴はありますか？そうですね。うん。コミュニケーションがはい。好き。そうしん。て、
いろいろなものに興味を持っているというはい。共通点があると思います。いろいろなことっていうと、例えば、うん、ことでしょうか？そうですね。例えば、はい。YouTube や うん。TikTok などの SNS やうんうん映画、うんうん。アニメ、漫画、それはい。からゲームなどですね。うん、話されている言葉、日うん、本語をたくさん聞いている生徒さん、はい、いるでしょうかね。そうですね。はい。はい、が、次の質問なんですけど、はい、じゃあ、スピーキングについて、うん生徒さんが共通して持っているうん。問題点はありますか？そううん。ですね。これは外国語を勉強している日本人も同はい。じだと思いますが、はい。最初から間違いや失敗を心はい。配しすぎて、はい。話すのを諦めてしまうというところだと思います。はい。諦めちゃうっていうのは、じゃあ、話してる途中で諦めて、例えば英語にしちゃうとか、あ、そういうそうですね。か？途中まではい。話しているんですけど、例はい。えば言葉がわからないとか、それはい。から動詞の接続、定うん。型だったかな、内あ型だったあ、かな、がわからなくなって、やうん。っぱり私わからないので、もういいです。話しません。という生徒さんあ、が時々います。はい。新しい言葉や文法は、はい。使わないとなかうん。なか言いたいときに言えないと思います。言葉も結局、なんかスうん、ポーツとかと一緒で、慣れないと使えないっていうん、う気が私もします。そうですね。うん、うん。本当に言いたいときのために、はい。会話の練習で、ぜはい。ひいろいろな言うん。葉や表現を使ってほしいですね。で特にレッスンの間なんていうのは、うん、一番間違えてもいいですよっていう、安全な場所だから、一生懸そうですね。命できるだけ間違ね、えてもいいから、むしろ間違えてくださいっていう、そうですね。はい、わかりました。ありがとうごうん、ざいます。じゃあ、はい。次の質問なんですが、日本人の前でうん、話す心配している生徒さん、自分の発音に自信がないとか、うん、うん。文法もわからない。で、そういう心配している生徒さんに、うん、どんなアドバイスをしますか？そうですね。この日本人の前で話すのが心配という気持ちが本当によくわかるんですけど、はい、実際に話してみると、はい、今日はこれが上手に言えたなとか、うん、または今日はこれが上手に言えなかったなとわうん、かるところがたくさんあるはずです。はい、うん、その分かったところは日うん、本語が上手になるためのヒントだと思います。うん、うん。なので、そのヒントをたくさん集めるためにも、たくはい。さんチャレンジしてほしいですね。ああ、なるほど。日本人もはい、同じうん、日本語で、話してもらえると、とても嬉しいと思います。うん。それで、少し間違っていても、同じ言葉でコミュニケーションをとっているんだなと考えると、とてうん、も嬉しいと思うので、ぜひ、間違えても気にしないうん。で話してほしいですね。本当にそうですね。ね。はい。では、次の質問で、自然な日本語や、上手な日本語を話せるようになるために、生徒さんはうん、何をしたらいいと思いますか？そうですね。私の意見では、3はい。つのことをしたはい。らいいと思います。はい。はい。うん。まず1つ目は、はい。先ほども言いましたが、うん。いろいろなものに興味を持って勉強はい。することですね。箇所だけではなく、そはい。の YouTube や TikTok、はい。映画、ゲーム、アニメ、漫うん。画など、いろいろなものから日本はい。語を学ぼうとすると、自然な日本語が身につくと思います。あ、じゃあ、はい。二つ目は、はい。二はい。つ目は、うん。インプットとアウトプット、つまり、はい。覚えることと、はい。覚えたことを実際に使うこと、うん。を練習したら、を意識してうん。練習したらいいと思います。そうですね。で、三つ目は、うん。これも先ほども言いましたが、はい。心配しすぎないで、うん、そうまず です。話してみることだと思います。はい。本当に、今日一番言いたいのはそこかもしれない。あ、ごめんなさい。私が決めることじゃないいえいです。えいえいえ、はい。すいません。本当にその通りです。じゃあ最後の質問というか、お願いなんですが、愛登記でミサ先生のレッスンを受けようかなって、思っている人の
思っている人に、メッセージをお願いします。はい。私のレッスンでは、まはい。だ日本語が上手に話せなくても、心配しないで日本語の練習や勉強ができます。うん。レッスンでは、私が趣味や好きな食べ物などについて、たくさんたくさん質問をするので、私と日本語を話すと、もっと日本語が上手になると思います。うん。そうだ、一つ聞きたいんですけど、教科書をはい。使いたいという生徒さんにも対応していらっしゃいますか？はい、そうですね。初はい。級はみんなの日本語や元はい。気をうん。使って教えています。で、はい。中級は、総まとめや新幹線、それうんうん。からトライなどを使って教えています。はい。じゃあ結構いろんな教科書に対応しあ、てらっしゃる。そうですね。いろいろ教科書を持っています。あ、素晴らしい。はい。はい。じゃあ安心ですね。じゃあ今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございましはい。た。さよなさよら。なら。じゃあ、ふみ先生、はじめまして。はじめまして。今日は動画に出てくれてありがとうございます。私も愛登記で教えてたんですけども、教え始めた時に自分の名前で先生を検索しました。そはい。の時に、ふみ先生を見つけました。それで、経験があって、優しそうで素敵な先生がいるなと思っていました。なので、今日、インタビューできてとても嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。私は、ふみと申します。同はい。じで。で、出身は日本の新潟県で、あ、はい。で、今まで11年くらい日本語の先生をしてます。台湾と、あとオーストラリアで教えてたんですが、今は日本で学校と、あとこの iTalki で教えてます。学校とオンラインって緊張感はどっちが高いですか？ああ、やっぱり1対1の愛登記の方がこう集中してやってるので、はい。私なんとなく、たくさんの人数を相手にする方が緊張するかなと思ってました。ああ、そうですね。確かに。最初はみんなの前で話すのドキドキしてたんですけど、はい。もう最近は度胸がついて大丈夫になりました。さすが11年もやってるといいえ、違う。じゃあ、早速、一つ目の質問いいですか？はい。この人の日本語は自然だなとか上手だなと思うときはどんなときですか？はい。私が自然な日本語だなって思うのがはい。2つポイントがあって、1つ目は、なんか会話をしているときにキャッチボールができている人と話すと自然な会話だなっていうふうに思います。はい。キャッチボールっていうと、あまり考えたりしないで返答が返ってくるっていう意味ですか？すみません。例えば授業の前に、はい。おお元気ですかって聞くんですけど、はい。その時に反対にふみさんはって聞いてくれたり、お休みの日何してるっていう話をしている時は、話し終わってから、ふみさんはっていう風に、こう、お互いのことを知りたいっていう気持ちを表してくれる感じがキャッチボールできてるなって思います。なるほど。相槌ですかね。日本語ってすごく相槌の、へーとか、そうなんだっていう相槌が多い言葉じゃないですか。はい。ねえ、それを、話しているときに、ああ、そうですかとか、へえって言ってくれると、はい。なんか普通に日本人と話すような自然な会話ができているなっていう風に感じます。喋ってる時に相槌を打ってもらうとすごく気持ちよく話せますよね。そう思います。ははい。じゃあ、次の質問なんですけど、い。自然な日本語が話せる生徒さん、日本語が話すのが上手な生徒さんたちには、どんな共通点がありますか？ああ、そうですね。私も自然な会話できてる学生さん、生徒さんには、うん。どうやって練習してるのって聞くんですけど、はい。そういうと、大抵は日本のドラマと映画とアニメと YouTube を見てるっていうああ。人がもうほとんどですね。結局話してる日本語をよく聞いてるっていうことですね。
はい、そうだと思います。でうん。も、一つ、なんかちょっと心配なのが、はい。アニメだけ見て練習してしまうと、うん。ちょっとアニメの中の日本語って、実際に使う日本語と違うことが多いと思いまして。はい。特に、このアニメは違うっていうのとかはありますか？ああ、そうですね。一番、心配になっちゃうのが、戦はい。う系の、戦う系のアニメは危ない。そうですね。ちょっと、あんまり乱暴な言葉が。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ次なんですけど、はい。スピーキングについて生徒さんが共通して持っている問題点はどんなものがありますか？ああ、これ、生徒さんの悩みっていう風に考えていいですか？はい。トライアルレッスンの時に、何を練習したいんですかとか、心配なことはありますかって聞くと、ほとんどの学生さんが、自信がないっていうこあ、と。自信がないから、もっと自信を持って話せるようになりたい。もう一つは、あと自分の気持ちとか考えてることがあるのに、それを日本語で話そうとすると話せないっていう悩みがよく聞きます。それは私が英語を話すときに感じる悩みと全く一緒です。そうです。そういうのは結局、やっぱりさっき、海先生がおっしゃったように、YouTube とかドラマとかアニメとかうん。映画とかでこう吸収していくしかないですかね。うん。翻訳と合わせてみて、知らうん。ない言葉があったら、ちょっとストップしてメモを取ったり、ちょっとずつ練習するしかないですよね。多分これはみんなが持ってる悩みですね、語学。うんうん。次の質問。日本人の前で話すのを心配している生徒さんがいたら、アドバイスをしますか？ああ、そうですね。確かに、このネイティブの人うん。と話すのってすごく緊張しますもんね。そう。でも多分日本人で考えたら、はい。多分ほとんどの日本人って外国の人が日本語を話してくれると嬉しくなっちゃうと思うんですよ。ほんとそうです。はい。はい。で、ちょっと初めましてって言っただけで、うん。日本語上手ですねって言っちゃうような。だからなんか日本語上手って言われるのが、なんかジョークみたいになってるじゃないですか。はいはい。あの、だからもう私あんまり日本語上手って言っちゃいけないのかなってちょっとあ、最近思ってるぐらいなんですけど、ほんとにちょっと話すと、もう、すごいって基本的になりますよね。うん、そうなんです。本当、もう上うんうん手じゃなくても、うん。発音下手でも、もう絶対大丈夫、心配しないで大丈夫です。うん。そうですね、心配しはい。ないっていうのが一番言いたいことですね。うんうん。次の質問です。自然な日本語を話せるようになるために、生徒さんは何をしたらいいと思いますか？うん、そうですね。さっき私が思う自然な日本語が、うん。キャッチボールっていうはい。ことがテーマだったので、うん。やっぱりドラマ見たときに、この日本人のうん。会話のリズムだったり、会話の質問の仕方っていうのをちょっと気をつけてみるとうん。いいと思います。あとは、先生と話してる時の先生の相槌、先生が言う、へーとか、ああ、本当にとか、マジでみたいなのをうん。聞いて、うん。で、もし聞けたらちょっとメモして、やってみる。はい、使ってみるのそうですね。がいいと思います。あと練うん。習方法は、はい。私、やっぱりシャドーイングってすごいなと思って、はい。で、で、私も英語を練習するときにシャドーイング始めたんですけど、うん。あれやると聞く力もつくし、はい。なんか話すときに、何回も言ったことがある言葉だと、うん。ちょっと自信持って言えて、すごく、上手になってるなっていうのが自分で感じる練習でした。
なるほど。生徒さんがシャドーイングやるとしたら、生徒さんが好きなものを使えばいいですよね。うん、そうですよね。日本語のシャドーイングの YouTube もいっぱいありますよね。シャドーイング日本語で検索して。なるほど。ありがとうございます。じゃあ最後に、ふみ先生のレッスンを愛登記で受けようかなと思っている方にメッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。私のレッスンは2つあって、1つは文法のレッスンと、もう1つが会話のレッスンです。で、文法のレッスンの方は、基礎の文法からこう積み上げて勉強していく、基礎文法をしっかり学べるレッスンです。で、もう一つの方は会話なんですが、さっき私が、よく学生さんの悩みで聞く、自分の考えとか気持ちをちゃんと自分の中で考えて、それを日本語にしていけるようにトレーニングする練習にしてます。でもどちらのレッスンもやっぱり一番大切なことは楽しく勉強することだと思っているので、レッスンの時間は皆さんの笑顔がたくさん見られるように頑張ってレッスン準備してます。で、ぜひお話ししに来てください。じゃあ、ふみ先生、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ、皆さん一緒に日本語頑張りましょう。頑張りましょう。さようなら。How was it? Both Misa Sensei and Fumi Sensei said that you don't have to worry about making mistakes when speaking in Japanese, which means they want you to speak more. If you want to improve your speaking skills, you have to practice speaking, no matter how immersed you are in the language. Of course, that's important. Actually, using your voice and trying out words are crucial. If you want to improve your speaking ability, you need to speak more. It's as simple as that. Let me talk about my experience. Before I started learning English on Italki, I couldn't speak well. I used to speak fluently when I was an exchange student in the US, but it was nearly 30 years ago. And after I returned to Japan, I didn't try to maintain my English speaking skills until about 4 years ago when I met a new friend who is American. When I booked a ticket to visit her in the US in 2019, I started taking English lessons on Italki because I wanted to have deeper conversations with her. Through the video calls with her, I realized I couldn't speak well enough to convey what I thought. Despite proofreading English learning books for more than 20 years as a part of my job, constantly listening to English audiobooks and reading English books, I couldn't speak. I realized I really need to practice speaking. So I started to take lessons regularly, and teachers helped me correct my sentences and pronunciation. It was very helpful. Then 3 years ago, I started this YouTube channel. And creating videos for this channel has also helped me improve my English through sentence construction and practice speaking. The editing process has made me aware of my weaknesses as well. I still take Italki lessons once a week because I want my teacher to correct my scripts for this channel. When I hear because of the pronunciation flow, it kind of sounds like a proper noun, like a topic. Like everybody knows about it. Yeah, so I think maybe you want to word it a little bit differently. Cool. Do you have an idea on how to change that sentence? Because let me tell you more about Italki. Italki is a language learning platform where you can have one-on-one customized language lessons with certified native speaking teachers. So the reason I don't ask my American friend to correct my English is, firstly, it's not her job to do it. And secondly, teachers can explain grammar and vocabulary presumably better because that's their profession. So when I have a question about English, I always take notes, and in the next lesson, I'll ask my teacher. He always explains it in detail with a lot of examples, which helps me understand it better.
So having high quality native speaking teacher is wonderful. To make the most of your lessons, I recommend telling your teachers what you want to learn or what your goals are. If you want to improve your pronunciation, ask your teacher to correct it. Otherwise, they may only correct you when there is a clear mistake or overlook minor pronunciation issues, assuming it's not a big problem as long as you understood. If you don't have clear goals, then find a teacher who can make a plan for you. And of course, you can take lessons anytime, anywhere at your convenience. You have the flexibility to schedule your lessons. My recommendation is to take lessons at a certain time on a certain day. Make it a habit. Other features on Italki include you can learn more than 550 plus languages on Italki. You'll pay per lesson, no subscription, no commitment. Your lessons are only priced from $5. Would you like to experience a lesson on Italki? If so, click through the link below in the description to start your language learning journey. Buy $10, get $5 for free for your first lesson using my exclusive promo code FUMI. The discounts are only available for the first 50 users. Okay, that's all for today. I hope this video inspired you in speaking Japanese. Please remember, don't be afraid of making mistakes. Just speak a lot. See you in the next video. またね。レコーディングプログレス。ちょっと待ってください。信じられない。私、レコーディングの、いや、もう本当ごめんなさい。レコーディングの、はい。許可だけ得てしてなかったんだ。もう信じられない。もう本当ごめんなさい。今のいい練習だと思って、速攻でもう一回撮らせてもらってもいい？大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。じゃあ今こそ撮れてますね。これは撮れてますね。今、レコーディングって書いてあるので、今出てますか？もうなんてこと。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい。